はい、今週もエボニープレイ配信を始めますということで、どうも JAL です。このね、この配信は無課金、サブアカなしのプレイヤー JAL が羽をね、羽取りを目指して頑張っていく物語ですということで、はい、今日のタイトルは第2回目の羽取りチャレンジを振り返るということで、はい、先週末ね、SVS お疲れ様でしたということで、私もね、前回の SVS は、スルーしたんですけどね、今週の SVS はちょっとね、頑張りましたというところで、お話をしていこうかなと思います。ちょっと、かまいたちに出そうと思って、さっきかまいたち見つけたんだ。はい、今ね、バイキングとか、皆さん、たくさんやってると思うんですけれども、バイキングやね、ヒドラからね、落ちないんですよ。この大事な大事な招待状。伴侶の縁起物。これがね、欲しいので、優先的に通常ボスをぶん殴っていきます。まあ、ケルベロスやね、ベイヤールから落ちるんで、まあ、必ずしもこいつらを殴らなきゃいけないわけじゃないんですけど。ということで、レーズだけ組んでおいて。吉田さん、こんじゃるは。としおさん、こんばんは。長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。ひかさん、こんじゃるは。コメントありがとうございます。はい。ということで、まずね、残念ながら、今ここで羽が生えてない通り、成績はね、5位以内にはなれませんでしたということで、なんかそんなね、がっつり目指すって前回言ってなかったのに、やるかな、やんないかな、みたいな話をしてて、そうなんですけど、はい、今回そんなガチ、いや、まあね、頑張ったんですよ。ということで、はい、勲章ランキング、6位ですね。6位っていう、その、順位を見ると、ちょっと惜しい感はあるんですけど、このね、点差がやばくて、はい、上の2人は、あれ計39、40、どっちだっけな、あれどっちだろう。いつも、上位のお二人なんですよ。もうね、この辺の方たちはね、勝てないんで常連さんなので、エーテルさん、レイさん、レベル3、計39ですね。はい、モンスターたちです。はい、モンスターたちですね。はい、どこだどこだ。なんか、サーバー戦争、見逃したぞ。はい、計39のお二人。で、キーさんはどんなもんだっけな。キーさんもね、この SNG だった気がするんだけど、この人、この人は、なんかめちゃくちゃ高いわけでもなかった気がするけど、まあいいや。はい、この方はね、王のチャレンジをしていたので、頑張るのはそうかなっていう感じです。あとはね、すごいフォローをしてもらったうちの同盟のね、デュークさんですね。はい、デュークさんが4位。で、あと APTX さんが、5位ということで、600、今回のボーダーは、やっぱり600でしたね。そう、800取らないと安全じゃないよねっていうのは思っていて、せめて500を取りたかったんですけど、300M、3億ポイントでね、終了しちゃいましたね。いやー、そう、5位とのね、差が2倍近くあるんで、ちょっとね、なんかあんまり惜しいと言えないような成績で、ちょっとね、悔しい感じですね。何よりね、報酬がゴールド2まで取れてないんですよ。これね、サーバー戦争個人スコア2取りたかったな。命の源がめっちゃ手に入るから。ただですね、そう、ゴールド1まで取れたのは行幸で、この特性のかけら、戦場の殺人。今回からですね、この新しく、その5つ目の特性の、特性のかけらがね、もらえるようになりましたね。はい。そう、これ、今回からもらえるようになって、1個飛ばしでもらえるのかな。
そう、1個飛ばしでもらえる感じですよね。だから、はい。現実、ギリギリ狙える現実的なこのゴールド1のタイミングでもらえてラッキーっていう感じですかね。そう、まあ本当はね、コンスタントで、このゴールド3、540M を稼げるぐらいの強さがやっぱ必要なんだなっていうのを思いました。前回ね、失敗した時も、結局500いかず、なんかね、似たような数字だったような気がするんですよ、ということで。はい、ということでね、いやこれ残り6時間切るまでは私実は5位だったんですよね。ただ、日本時間の朝5時半とかにちょっと早起きして起きたら、この APTX さんがもう630、その時点だって、ね、500ちょいぐらいのね、数字叩き出してて、あ、これは無理だわと思って、早起きしたけど、やっぱ二度寝しようっつって諦めましたはい。ということで、まあ、結果はこんなところでしたと。ただね、今回すごく頑張ってて、まあ、なんていうか、全損したらおしまいだったんですよ。はい。以前のね、配信のちょっと、なんか、友達、フレンド申請が来てる。フレンド申請来てる。よいしょ。前、前回のね、第1回羽根取りチャレンジのところで、枯渇しましたっていう話を多分したと思うんですけど、ソルと呼ばれる命の源。ソースオブライフなのかな。はい、命の源ですね。はい、今1846まで来ました。前損をしてないので、今回ね、命の源プラス収支だったんですよね。多分、これね、オークションで200ぐらいゲットしてるから、1646。で、多分始まった時1100あったかとか、500ぐらい増えたのかな。結構ね、命の源を増やすことができましたので、違う、私ね、まだね、あれ、宝箱1個取ってなかったんだ。そう、成績。はい、サーバー戦争、個人スコア、ゴールド1ということで、開こう。わーい。やった、命の源100入った。命の源100は、だいたい、オークション相場が、5万5000前後ぐらいな気がするので、5万6000前後かな。はい。やったやった。ブツブツ切れるの私の環境ですか？嘘。ちょっと、マイク一回オンオフしてみよう。一回マイクオンオフしたんですけど、どうですかね？聞こえてますかね？ちなみに、声は、いつもと若干、違うと思います。枯れてます。私、ブタクサアレルギーを持っていて、この時期すごい咳出るんですよね。めっちゃ咳が日々出ていて、マスクを家でもつけてるんですけれども、今はね、ちょっとさすがに配信中なんでマスクはつけてませんが、そうなんです。咳をしすぎて、声が枯れたまんまでございます。わーい、特製のかけら。はい。で、命の源をゲットという感じで、これでね、命の源が、まあ、1900まで。いや、回復しましたね。一回ね、ゼロだったんですよ、ゼロ。ゼロにな、ゼロになって、もう蘇生が間に合わなくなるっていう時にギリギリなんとかオークションでね、集めて、兵士復活させたぐらいだったので、この1946、私の場合、おおよそね、まあ、200M まで回復できるような感じになっているんですけれども、まあ、今回のサーバー戦争では、騎兵のゴーストとかをまあ駆使したり、病院はちゃんと開けとくことで、命の源をね、なるべく使わずに、乗り切ることができました。ということで、今後もですね、サーバー戦争はなるべく参戦をして、命の源が、稼げるようにですね、基本的には、ポジティブ、そんなに知らなければ、私もブツブツなるんですが、Wi-Fi 切ったら切れなくなります。あれタミさん、こんじゃるわあら、ブツブツ聞こえなっちゃう。どうしようかな。私の環境が悪いのかもしれない。ちょっと、マイクのインターフェースまた一瞬ちょっと切り替えるんで、少々お待ちを。
一度マイクを抜き差しをしたりとかいろいろしてみたんですけど、どうですかね。いやー、申し訳ない。音声チェックができておらず。あれキーさんってここにおった気がしたんだけどな。いないかな。あ、いたいた。キーさん K35 だ。あ、K35 なんだ。じゃあそんなに離れてないな。どうですかね、声聞こえますかね。あんまりブツブツ切れるようだ。まあ今日はね、そのピラミッドもあるし、さっくり終わりにしようかなと思っていたので、なんだろう。あ。少しこの辺をいじって。はい。で、何の話だっけ。そう、頑張りましたのところは、そう、今回はですね、あつきみさん、こんにちは、吉谷さんもありがとうございます。ということで、そう、そう、絶対に何があっても全損しちゃいけなかったので、だいぶその安全めに今回は戦いました。ということで、ポジティブポイントがね、318M なんですけれども、ロススコアがね、87M ということで、ネットスコアは、まあ、230ぐらいかな、はい、のプラス。でね、これね、私、一回、ゴーストし忘れてるんですよ。ゴーストし忘れて、T13 の騎兵吹っ飛ばしてるんですよね。無駄死にさせちゃってるんで、それなければね、本当に、ロストスコア多分 20M、30M とかな感じだったんですよ。あれね、ほんとね、もったいなかった。もう、いつも騎兵ゴーストしてたのにね、焦って、急いだのがいけなかったですね。はい。で、あとね、ポイントね、私、このちょっと前までが確か314ぐらいで、もう全然、相手が攻撃してくれなくて、防衛をしたかったんですけれども、相手サーバーとかに行っても全然攻撃をしてくれなくて、全然攻撃してくれないけれど、相手サーバーに行くと、K40、K39 がいっぱいいるんですよ。このサーバー763っていう、だいぶね、格上のサーバーなので、殴ってきたのK39 と K42 人なんですよね。で、K40 はなんとか皆さんに援軍をもらって防衛して稼いだんでよかったんですけど、バフがバフが2200%とかだったかなあって、あんな一人で食らったら吹っ飛んじゃうんですよ。っていうので、もうなんかあんまり相手サーバーでもはしゃぐことができず、はい、だいぶ安全めにやって、で、もう全然殴ってくれなくて防衛できないわってなったから、もう仕方なく、妖精とアレスを死ぬほど集めて、この 4M を稼ぎました。ということで、はい、この私のね、努力の成果、はい、私の努力の成果がね、あれどこだっけ。あ、これですね、はい。炎の精錬宝箱985個っていう、はい、これね、自分のサーバーでも妖精を借りまくり、相手サーバー行って、5分ちょいの時間で稼ぎまくり、で、アレスも稼いでっていうのでね、めちゃくちゃ、炎の精霊回収して、まあ、ポイントを稼ぎました。はい、まあ、これ、そう、多分稼いだのは別に悪くなかったかなと思っていて、最終的なね、サーバー戦争のポイント見ていただくと分かると思うんですけど、大体なんかその310とか240、210みたいなところで、なんか100単位で大体なんか点数増えていくかなと思ってたんで、
はい、300、この辺の方とかがね、このレオさんとか、こういう方とかが増えたときに、315とか16みたいので超えられる可能性があったので、はい、頑張って要請を集めて、318にしといたのは良かったかなと思いつつ、いや、格上たちがね、全然、ポイントを稼いでいったのでダメでしたね。はい、ちなみにやっぱりこの上の方たちは、そもそも、皆さんね、最低 1B 以上、まあ、3B とか 5B とかの方たちであったりとか、そもそも殴る時の火力が段違いなので、やっぱり、その、相手の B クラスから攻撃食らっても大丈夫かつ、強い人たち同士で組んでラリーをして稼ぐっていうのはね、できる人たちなんですよね。はい、やっぱね、そういう強さが必要だなっていうのを、前回のサーバー戦争の振り返りでもなんとなく思ったんですけど、やっぱり早く強くしたいですね。あと山さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、ということで、まあね、最近、サーバー戦争を、まあ、頑張っているので、まあ、こういったその6位、7位みたいなことをね、繰り返して、上位陣にね、こいつ頑張ってんなって思ってもらうのも大切だろうということで、っていうのと、スコアですね。はい、命の源が欲しいので、ちょっと今後もね、サーバー戦争を頑張っていこうかなと。今回みたいに安全に行けば、比較的ね、ロスも少なく、しっかり稼いでいけるっていうのが分かったので、ちなみに、交易は一切してません。はい、私のレベルじゃこのサーバー763の猛者たち殴ってもしょうがないなと思って、一切殴れませんでした。はい、ちなみにですね、このね、集めた、これ、特製のかけら、なんか戦場の達人なんか合成してみたんですけど、なんか詳細。あれなんか詳細見れんの？見れない。あ、見れないっぽい。合成はできる。見えない。はい、見えませんでした。はい、特製のかけらゲットしたんですけれども、うちのサーバー特性5、まだオープンになってないんですよね。はい、ということで、なんかアナウンス出たじゃないですか。今度のサーバー戦争からはリワードを上げて特性のかけらを出るようにしたよ、みたいな。だから、サーバー戦争みんな参加しろよ、みたいなアナウンサー来てたんですけど、だから、金曜日になったらね、特性後、ついにうちのサーバーでも解禁されるのかなと思ったら来なかったですね。はい。エレクトラって攻撃時に有効なスキルがほとんどなので、攻撃時に上がる射撃系のやつをつけたいなと思ってたんですけど、はい、残念でございます。はい、ということでね、まあ、とはいえね、いくらなんでも配るようになったからには、秒読みだろうということで、稼げるうちにね、稼いでおいてよかったかなっていう感じです。はい。サーバー戦争のところは、まあそんな感じですね。まあ大枠のところは、はい、そんな感じです。結局、もうちょっとね、安全に戦えるように防御力を上げていきたいなというところで、今ね、K35 の建設中なので、王の対決、建設が来たら、これを完成させて、K35 にしようかなと思ってます。はい、ちなみにもう今週来なかったら、ね、ワンチャン来ないじゃないですか。王の対決4つしかないんで。はい、キルイベントの週、王の対決4つしかないんで、もし建設来なかったら、もう、クソがーって思いながら金曜日に、完成させて、王城と科学院と神殿を、真っ先にね、上げる予定ですっていう感じですかね。はい、ちなみに個々のやつを振り返っていこうかな。あ、はい、最強君主リワードもですね、王の対決最終戦、最終的に私は9位にランクインしたんで、
結構報酬もらいましたね。はい、同盟内名誉嬉しいです。あと、ステージランキングですかね。キルイベント的な、サーバー戦争版王の対決、キルイベントのやつが、6位ということで、3.5kgem ということで、まあ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 、多いですね。賢者の石が嬉しいです。はい。リシさん、こんばんは。先週のサーバー戦争頑張ったんですが、15位くらいですが、10位くらいの人のポイントの半分くらい。無課金でこれ以上に行けますか？いやいや、私、一応6位いってるんで、どれぐらい頑張るかだと、どれぐらいっていうのは、準備をどれぐらい頑張るかだと思います。はい、ちょっとね、サーバーの状況によって強さの雰囲気が違うので、なんかいけるいけないは簡単に答えは出ないかなと思いますけど、これ以上ね、いけることを目指してやってますんで、そこをね、証明していけたらと思ってますよ。ということで、今回、私が、防衛したのは3回ですかね。はい。まずはこの K40 の方。はい。K40 の方ね、援軍を、詰め込んだ状態で防衛したやつですね。はい。これは、はい。しっかりね、騎兵もゴーストをしていたので、がっつり、稼がせていただきましたってやつです。はい。この方もね、やっぱり K40 だけあって、バフが高いんですよ。もう1910とか。デバフ、射撃デバフをやっと600まで上げたんですけど、もう全然余裕で飛び越えてきますからね。射撃デバフ、早く700までに攻めてあげないとちょっとマジで辛いなって思ってます。はい。ただ、そう、今後の時はね、本当に皆さん援軍をもらって、援軍お願いしますって言って援軍もらって、ちなみに、シャジャルのまんまっていうね、付け替え忘れてるんですけど、はい、しっかり、歩兵とかで防衛して、騎兵はね、ゴーストしてちょっと残してたんですけど、結構死んでいて、もう騎兵本当に無駄だからやめようって言って、この次ぐらいからね、ゴーストをして、かつ、1000ずつ残すような感じで、全部シェルターに入れる運用にしました。はい。そう、相手はね、K40 なんですけど、T15 の兵がなかった感じでしたかね。はい。まあ、それでも十分強いんですけれども、これ援軍詰め込んでなかったらね、普通に吹っ飛んでます。はい、次の、これはこれなんか、ソロ防衛したやつですね。はい、これは相手サーバーに、1人で、行って、稼いだ時のやつですかね。はい。これ、レベル33サイファーみたいになってるんですけど、これ、よく見ていただくと、この同盟タグがね、後ろになってるじゃないですか。これ、よくある、名前をね、隠す、レベルをね、ごまかすやつですね。はい。この方、確かレベル39の方かな。はい。39か38、どっちだったかな忘れちゃいましたけど、はい。5B ということで、超格上だったんですけど、この方はね、そう、ソロ防衛で、しっかり防衛できてますね。まあ、とはいえね、こっちもだいぶ戦死してるんですけれども、はい。バフがね、1629だったので、一応1000%ぐらいまで落とすことができましたっていうところなので、はい、ちゃんとね、この時はブーディカにしてますし、騎兵もね、1000に抑えてるっていうね、ちゃんとしっかりゴーストを、ゴーストとシェルターを駆使して騎兵を逃がしている感じですかね。大体ね、騎兵は即死ぬんで、騎兵が生き残って戦ってくれるのはこの T1 だけ。はい。T1 が、しっかり、機能しつつ、他のね、レイヤーの兵も、しっかりちょっとずつ殺していくと。で、やっぱりね、防衛で、一番、重要なところですかね。工場兵器とか、歩兵あたりがね、しっかり射撃兵相手に、戦ってるっていう感じですかね。はい。ただね、やっぱ射撃兵できてる相手に、こっちの射撃兵全然殺せてないんですよね。
やっぱり工場兵器をね、めちゃくちゃモリモリにして、受けができるといいかな、みたいに思ってますね。はい。相手は、はい、しっかりT14 の射撃兵がメイン。T13、T12 が、一番多い構成かな。で、はい、来てました。はい、もうね、そもそもね、桁が違いますからね。3.4M の部隊総員数。私が頑張っても 1.4M ぐらいしかないのに。やっぱり白レベルは偉大ですね。あと、翔さん、今、サーバー内の戦力トップの同盟に入ってるんですが、うちの同盟だけ SVS 中に約1日バン食らって接続できず、あっさりオート取られて負けました。なんすかそれ。同盟がバン。なんか、どんだけ、どんだけのことをしたらそんなことが起こるんだ？みんなボットを使ってたとかなのか？それは災難ですね。一番強い同盟が何もできなかったら、それは、さあ、オート取られちゃいますね。ひどい。なんか、仮に、まあ、あんまり、規約違反とかのことをしてる方が、いらっしゃった場合でも、その、大多数は関係なさそうなのにえぐいですね。はい。これが、最後のログですかね。はい。私今回ね、3回防衛したので。はい、これが、はい、この方もね、これね、レベル35アルコンっていう、このね、また名前をひっくり返すね、技を使ってる方、この方レベル40です。レベル40の 8B の方、この方ね、やばいんですよ、兵士のバフ。2225%。射撃バフ2225%って私、600下げても1600あるんですけど、1600を下げてやっと勝てるのに。はい、これね、防衛勝利してるんですけれども、これも、さっきと同じ感じですかね。超格上だったので、防御をね、お願いした状態で、そう、相手がね、こっちのサーバー攻めてきてたんで、防御をお願いした状態で、まあ、バブルを落として、わざと攻撃を食らったみたいな感じですかね。はい。やっぱね、ちょっと、超格上の同盟だったので、やっぱみんなで連携をしないと勝てないかなというところで、いろんな方にサポートしていただきつつ、ポイントを獲得していましたという感じですと。で、これですよ、これ。損失戦力 102M。で、ポイントはね、めっちゃ負けてるんですよ。で、それもそのはず。これさっき言った、騎兵のゴーストし忘れですね。はい、120万の騎兵をゴーストし忘れていて、死にましたということで、これね、騎兵ゴーストしてれば、多分 80M ぐらい損失してないんですよね。だから、普通にポジティブだったんですよ。これほんともったいなかった。はい、この負傷兵全部ね、騎兵が死んでるんで。はい。これね、そう、騎兵はね、ほんとね、死ぬだけなんで、ほんとね、良くなかったですね。はい、ちょっとね、こういうね、ケアレスミスをしてるうちはね、勝てないよという感じ、感じなので、しっかりね、今後も練習していかないとなという感じで、はい、この方ね、出たばかりのミハイがしっかり覚醒してましたね。やっぱね、意味がわからないですね。本当に。この方確かあれですかね、オールスターも出てたのかな。はい。私ね、この方から防衛したときは確かね、そう、10時55分。オールスター中ですね。そう、オールスター中は相手サーバーの超格上の人がいないぜって言って、オールスター中ね、DSN チャンネルさんでオールスターの配信をされてたと思うんですけど、あれを、耳で聞きながら、実はサーバー戦争をね、ずっとやってましたというところで、はい、オールスターで鬼の犬間にこそこそ、相手サーバーに飛んでいろんなところに、目立ってみたり、ちょっかい出してみたりとかで、やばい人からは逃げて、受けられそうな人だけ受けるっていうのをね、やって、
はい、なんとかこの方からは、ポイントを取ることができましたっていうのがこの回でしたね。はい。ティッシュさん、基本的な質問です。サーバー戦争で相手の拠点で相手のサーバーかなでバブル落ちを狙う場合、ゴーストして加速で敵を攻撃して戻してさっさと逃げる感じだと思うんですが、その際手順はどんな感じですか？攻撃した軍が城に戻ってからゴーストも解除で逃げる感じですか？えっと、ゴーストし、手順、ですね、同時ですね。結局、私の場合は、攻撃した軍が城に戻ってからゴースト解除をやってました。今はね、フルゴーストでプレイをしてないので、多分ちょっと違うんですけれども、私が前やってた時は、結局こっちが攻撃すると、カウンターでこっちのこっちの戻り際を狙ってくるんですよね。だから、先にゴーストを解除しちゃうと、狙われちゃうんで、絶対に、攻撃者軍が戻ってから、ゴースト解除の手順だとは思うんですけど、戻る時間を、あの戻る時間をどうするかですかね。基本的には加速が潤沢にあるのであれば、加速使いまくって速攻で帰って、ワープがいいです。で、その手順の場合は、それができるなら先にゴースト解除でも構わないです。相手の攻撃が来るよりも早く軍を戻してテレポーテーションできる場合はですね。で、それができない場合は、わざとその加速を、少しタイミングをずらすなどして、空受けしてから、逃げるっていうパターンがあり得るので、多分、どっちがやれるかだとは思いますね。私は、一回ゴースト中の空受けで、削りたかったとかもあったので、基本的には、戻ってからゴースト解除をしてましたが、本当に空き巣を潰すっていうのだったら、加速使い切った方がいいので、先ゴースト解除、戻るのを超加速で戻る、で即テレポーテーションの方がいいかもしれないです。あ、ためまなさん、こんばんは。ヒカさん、ミハイ覚醒。いや、ほんと、ミハイ覚醒。で、昨日ってね、この前のオールスターでも、なんだっけ、出たばっかりの孫作をなんかマックスにしてる方とかいて、やっぱね、強い方たちはね、ぶっ飛んでますよね。うん、そりゃ負けるわ、みたいな。もうなんか戦力だって 9M とかあるんだけど、すごいよな。タメオナマさん、騎兵は歩兵で攻めてくるとき必要なので、ゴーストのタイミングが難しいですよね。そうなんですよね。まあ、とはいえ、なんていうか、大体、相手が、ラリーじゃない場合は、もう、なんていうか、歩兵か騎兵をチェック、歩兵か射撃兵をチェックなんかできない。大体、見て2、3秒とかで到達するような気がするので、もうそもそも処理が間に合わない気がしていて、ラリーだったら結局受けないしっていうので、なんかもう騎兵ゴースト解除の技術は知ってるんですけど、なんか私できそうにないなって思ってはいます。少なくとも、偵察もせずに殴ってくる方たちとか、まあ、偵察して殴ってくる場合でも、大体、なんていうか、2秒、2、3秒以内には着弾するんで、間に合わないなっていう。で、なんか5秒以上かかる場合は大体ラリーなので、もうそもそもテレポしないと負けちゃうんで、なんか、歩兵が来る、騎兵で受けるっていうのを、なんか私なんかできそうにないなって思ってます。まあ、騎兵がね、来たとき、あ、歩兵が来たときに備えてね、騎兵の T1 を大量に備えてはいるので、最低限の防衛はできると思うんですけれども、そう、
その技術はね、もうちょっと習熟しないとできそうないなって思ってますね。あ、ちょっと喉が枯れてきたんで、もう一回飲み物飲もう。よいしょ。はい。タメオナマさん、タメオナマさんじゃねえや、トシオさん、カスタマーサポートから予期せぬ問題が起きて接続できませんでしたという意味不明の回答来ましたよ。ひどいんだけど、同盟だけが予期せぬ問題が起きて接続できませんってありえなくない？意図してアカウントブロックしてるじゃん。のんのさん、こんばんは。あれ、初コメントですかね。ありがとうございます。ラリーに乗るときに装備や補佐官は意味ありますか？ラリーセッターじゃなくて、参加者として乗る場合ですかね。それはないんじゃないかな。どうなんだろう。ラリーセッターのバフが適用されるのかなって思ってましたが、なんかそこね、厳密なところ、私もちゃんとよく分かってなくて。まあ、とはいえ、大体の場合において、その補佐官とかいた方が、部隊定員数が増えたりとかするので、つけない理由はないかなとは思いますが、今回の SBS で初めてラリーに乗ったら、レイヤーしてって海外勢に怒られました。あ、レイヤーは大事でございます。そうですね。それはね、もうでもなんか、やらないとわかんないのでね、なんとか、教えてもらったということで、はい、レイヤーはね、非常に大事でございます。この辺とか、はい、必ず相手の攻撃とか見てもらうと分かると思うんですけども、強い人はもう完全に、各部隊ですね、レイヤーで、まあ、もちろんね、何人ずつ、いるかっていうのは、まあ、あると思うんですけど、まあ、1000って、この方は1000ですね。私は300とかかな。部隊の、幅に合わせてだと思うんですけれども、はい、ラリーもですね、そのラリーセッターとか他の方がレイヤーしてるかなってのはあるんですけど、最終的に集まった時の、兵のバランスみたいなのがあると思うので、はい、基本的には、他の方と足並みを揃えて、ラリーも、レイヤーの方がいいですね。と、わからないです。私は、そんな風に、教えてもらった覚えなので、私はラリーの時もしっかり、レイヤーで、もうそもそもプリセットを用意して、対応してるって感じですかね。はい。まあ、みんな合わされば、デコボコでも、他の人がレイヤー組んでたらレイヤーになるじゃないかっていうのはある気はしなくはないんですけれども、はい。多分バランスよくやった方がいいのかなって思いますね。ヒカさん、デバフは最高の1人分が適用されます。あ、モンハンの話でした。そう、モンハンなんかそんな感じらしいですけど、そう。PVP もどうなんだろうな。そう、ちょっとね、バフとかのところがあんまりわからず、ピラミッド 1M しかもらえなかった悲しい。はい。ってことで、レイヤーはね、ちょっと、どれぐらいあれかわかんないですけど、そう、そう言われることが多いかなとは思うので、はい、レイヤーを組んでおくのが安心安全だとは思います。はい。ということで、そう、今回のね、相手がもう 5.7B、5B、8B ということで、私、744M なんですよ。これね、無理ですよね。マジで。強すぎるって相手。そう、ほんとね、
相手の同盟、古い同盟だから強い方はめちゃくちゃ強いし、やっぱ、人数自体が減っていて、そもそも同盟がね、動いてたのが上の4つの同盟ぐらいでしたね。で、さらにその中でも動いてるのは少数みたいな感じでした。はい。で、やっぱね、皆さんお強いので、行ったら吹っ飛ばされるんですよね。はい。なかなか結構辛い戦いで、はっちゃけることができず、本当にね、一番最後の最後、最終日残り2時間とかで、ギリギリいけるんだったら全損覚悟で行くべきだろうかってか悩んでたんですけど、全然、諦められる、数値差だったんでね、安全に行くことができてよかったです。はい。ヒカさん、PVP にレイヤーで乗るだけでも攻撃数増えるのでプラスです。防衛でもレイヤーだけの援軍も効果的です。そう。レイヤーがあれば、その種類の数だけね、俺のターン、ドローが増えるんで、基本的にはレイヤーで行くのがいいですね。はい。さてさて、ということで、何の話をしたっけなということで、今回ね、PVP いろいろやったんですけど、はい、めちゃくちゃね、偵察をしたりさせたりとか、なんかいろいろやってましたが、結局防衛できたのは3回だけ、かつ、相手のサーバーには気軽に行けないという状況で、なかなか厳しい戦いだったんですけれども、でも、同盟の方のサポートもあり、援軍をね、いただいたこともあり、なんとかポイントを稼ぐことができてよかったなということで、はい、今後の目標はね、やっぱり、城のレベル、防衛力、バフ、デバフを強化、さらにすることで、バフ1800ぐらいは耐えられるようになりたいですね。今、1600は耐えられることはもう分かっているので、1800ぐらいまで耐えられるようになると、はい、計39までは防衛できるのかな、みたいに思うので、計40は無理ですね。計40は無理だと思ってるので、せめて計39をブロックできるようになりたいなというところでね、強化をしていこうかなっていう感じです。はい、ということで、そうそう、で、一応ね、SVS、なんか今回、王から、アワードパッケージスーパーレアっていうのをね、送っていただきましたね。6位で残念だったね。また頑張ってね、みたいなメールをいただきました。ありがとうございます。ということで、もらいましたと。あとは、なんかキル数ランキングとかいうのもね、入りましたね。はい。やっぱ、サーバー戦争でポイントを取れると、報酬がね、リワードが増えるんで、今後もサーバー戦争をね、やっぱ頑張っていきたいなと。めちゃくちゃ張り付くっていう感じじゃなければ、私は戦争を比較的好きなので、はい、楽しくドンパチやりたいなって思ってるので、もっとね、気軽にやれるように、なんか、ちょっと他の人たちがね、強すぎて戦力差が大きすぎるので、まだ足手まといになっちゃうんですよね。だから、さっきのキーさん K35、私の1個上だけど、戦力どんなもんなんやろ。キーさん、さっき見た、いた。1.1B。1.1B ならね、狙えるよ、私にも。はい。ということで、はい、K35 にしてね、早く、私も、ランキング上位に入っていきたいかなというところでございますということで。カムイさん、こんじゃるは遅れました。どうもどうも、コメントありがとうございます。カムイさんにしか伝わりませんが、今日、
今日もスイカを作りまして、スイカとメロンまで行って、2980点で3000超えることができませんでした。はい、全然関係ないスイカゲームというゲームの話でした。はい。ということで、6位で終わったことは残念だったものの、しっかりね、ポジティブで稼ぐことができたっていうのと、ここのところね、超格上とかラリーを受ける以外は、しっかり防衛ができる。怠慢だと防衛ができると。で、命の源もそこまで消費せずに、戦えるということが分かったので、今後もね、しっかりもう騎兵のゴーストだけは忘れないように、そもそも騎兵のゴーストを仮に忘れても、少なくて済むようにシェルターを広げてぶっ込むと。はい、これシェルターね、少なすぎるよな、本当に。もっと入るようにしてほしいんですけど、はい、そういったところをね、意識して今後もやっていこうかなと思います。ということで、この辺のやつらはスタミナがないので参加しなくていいや。はい。そう、本当はね、今日、王の対決、モンハンなんですよ。王の対決、モンハンだから、なるべく参戦したいところなんですけれども、参戦したいところなんですけど、なんか知んないけど、妖精めちゃくちゃ買ってたので、あ、やば。気がつき忘れてた。もうね、前回の資源の消費還元イベント 10B 達成して、スタミナ結構稼いだはずなのに、もうすでに54になってるんですよ、100スタミナ。これ、やばくて、明日もしアグロペが来たら、なくなるんですよね、多分。てか、アグロペが来るかもしれないから残しときたいんですよね。いや、さらに言うと、これ、美女のこれをゲットするために、このなかなかね、落ちないこの伴侶の縁起物をゲットするために、たくさんモンハンしなきゃいけないわけですよ。俺ね、スタミナがないの、マジできつい。妖精あんなに勝ってる場合じゃ、985も勝ってる場合じゃなかったかな。いや、でもあれは必要だったんだ。しょうがない。もう、いや、これ、開けよう。明日ガウガメラがありますんで、明日のガウガメラでね、めっちゃ回復スピードアップ使うと思いますんでね。あと、この5系君主エキスポ234、マジで美味しいですね。5系君主エキスポ234ということは、167ということで、167万かな ?167 万経験値。でかい。君主エキスポ嬉しい。ほい。さて、振り返りはそんなところですかね。はい、サーバー戦争の振り返りはこんな感じで次回も頑張っていきますというところですので、あとはね、今週、この辺のバフをね、一気に、まずは縦に伸ばすやつをひたすらやっていこうと思ってるので、違うんだよ。まずね、一番最初にやるのは、この軍の拡大ね。当然です。科学院レベル35にした瞬間に軍を拡大するからの、これ。上級不思議な遺跡探検。これをね、早く上げたいんですよ。これをね、速攻20にしたくて。はい。昔ね、ピラミッドの解説の時に、ちょっとお話ししたと思うんですけど、ピラミッドの報酬これで増えるんで、ピラミッドのポイントが、わずかかもしれないですけれども、これで伸びるんですよ。もう500、5億 ?5 億ポイント集めるのはもう大変でしょうがないので、もうこういうね、ものにもすがりたくて、だからね、早く来て欲しかったんだけど、もう全然来ないのよ。はい。はい、このね、不思議な遺跡探検、20%、ここで上がってますが、この上級をクリアすることで、さらに 20% 上がる想定ですということで、これでね、報酬が、増えるので、ヒカさん、明日ありますガウガメラオールスターあるので来週じゃないですか今週ガウガメラあるんじゃないのあれないんでしたっけ
今週ガウガメラないじゃん。あ、今週ガウガメラないんすね。あらあれ、ガウガメラって、先週と来週の2週間でシーズンですみたいなメッセージが来てて、で、先週なんかバグがあってガウガメラできませんでしたみたいな感じかなと思ってたんですけど、そうなんですね。なんかもう停戦協定のやつがいっぱい。なんかお知らせ来てましたよね。なんか戦場のあれ調整しますみたいな。そうなんだ。ガウガメラあると思ってました。ないのか。残念だな。これ、戦場時間調整。10月9日。この期間中に行われるガウガメラのシーズンは2ラウンドと2ラウンドとなります。そう10月9日から10月22日の週に、開催するから、ガウガメラ2ラウンドで調整するよという意味だと思ったので、先週の10月11、10月18、この2日間で1シーズンですよっていう説明と見てたんですけど、先週のバグでなくなって、今週のガウガメラ、その1回のシーズンが、2試合で1シーズンだと思ってたら、1シーズンだ、シーズンが1ラウンドだけで決まるんだ、今週のガウガメラ超頑張りどころなんだなって思ってたんですけど、そもそもガウガメラなくなったんですね。ガウガメラなくなったの？マジ？今週も消されたんですね。そういうことなんだ。ひど、なんていうか、1ラウンドだけで決まっちゃう。昔もね、なんか確かあったと思うんですけど、1ラウンドだけで決まっちゃうの、もうどうかなとは思うところもあるので、仕方ないかなと思うんですけど、そうなんですね。なんだ。そう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 。先週にね、2ラウンドありますよって来ていて、先週バグでなくなったけど、今週が勝負どころかなと思ってたんですけど、いや、ないのはないで、仕方ないんですけれども、いや、そう、こいつ、回復スピードアップの使い先がなくなったってことですね。当然、オールスターなんて出れるわけがなくて、ガウガメラでやるしかないじゃんと思ってたのに、ガウガメラでめっちゃ使いまくって、せめて 500M いこうみたいに思って、できれば 500K か。できれば 1.8M 行きたいなみたいに思ってたんですけれども、なんと、マチルダさんこんばんは。ティッシュさん、ピラミッドのレベル4からがいいって聞くんですが、あれって何が手に入るんですか？ピラミッドをやったことがないと。ですね、ピラミッドについてはですね、私も昔解説したんですけれども、この先にこの、配信の概要欄に、エボニーウィキさんのピラミッドページのリンクを、実は毎回貼ってまして、それを見ていただくのが多分一番いいと思います。ピラミッドはね、知ってる知ってないで、全然無課金でもめっちゃ稼げるので、端的に言うと、ピラミッドは、発掘するとアイテムがたくさんこれが出るんですけれども、ピラミッドのレベルによって出るアイテムが変わってきますと。例えばこの赤のアヌビスってやつが一番ポイントが大きいんですけど、これはレベル5からしか出ません。とか、レベル4からしか出ませんとかいうアイテムがあるので、そもそも、高いアイテムが出るのがレベルが高いピラミッドだけですよっていう話と、高いレベルのピラミッドだとしょぼいアイテムが出なくなってますよっていうので、だからポイントが伸ばしやすいですよっていう、2つの軸がありますね。で、そもそもピラミッドが高ければ高いほど発掘できるアイテム数、もちろん発掘にかかる時間も多いんですけど、レベル5が25分、レベル4が20分っていう感じで、
発掘する時間が長ければ長いほど埋まってる量も多いので、たくさんアイテムが手に入る。かつ、レベルが低いアイテムが出づらく、レベルが高いアイテムが出る可能性があるということで、基本的には、レベル4以上、最低でもレベル3以上ですね。レベル2以下は入らなくていいと思います。スタミナがもったいないです。レベル3以上のピラミッドを毎日20参加するだけで、少なくとも2億ポイントは獲得できると思います。ので、ピラミッドはね、参加し得なので、非常になんというか、ストレスフルなゲームではあるので、もちろん、推奨しきれるものではないんですけど、無課金で頑張ろうと思ってるんだったら参加しない手はないですね。はい、私、ピラミッド期間はね、変態を1種類、何も将軍をつけない、T1 兵10万の、変態を作ってるんですけど、T110 万の、兵だけで、必ずレベル5までアイテム取れるので、で仮に、事故ったりとかして衝突しても、痛くもなんともないので、T1 兵10万で、ピラミッド攻略をするのがおすすめです。はい。1日すごく頑張れば、私これガチで頑張ったの多分2日とかだと思うんですけど、もうすでに2.5億かな。はい、半分ぐらいポイントは稼ぐことができているので、レベル3、毎日レベル3を20個入るだけでも、はい、レベル5とかね、もうレベル4とかは、もう本当に超競争がすごいので、なんというか、もう攻略済みのものであったりとかが多くて、もうちょっと疲れるので、レベル3をね、ひたすら回る。で、レベル4とかレベル5をね、湧いたばかりのやつを見つけたらラッキーぐらいにやるのがいいかなと思います。タメオナマさん、保証アイテム一式送られてましたよね。いや、そうなんですけど、いや、さっきの話、ガウガメラ、保証、みんな、前回ね、保証が、喜んでたんですよ。ガウガメラとか戦場で戦った戦場でなんかストレスがかかってアイテムが手にあんまり入らないこともあるので、今回中止になってアイテムもらったのが嬉しいみたいなね、コメントをね、結構見たんですけど、うちのサーバーの AC で結構喋ってたんですけど、はい、確かにね、報酬良かったんですよ。報酬良かったんですけど、これね、あくまで1試合分なんですよね。1試合分の勝利した時のリワードがこれなんですよ。これね、2試合がなくなるんだったらもう1セットよこせよっていう感じがしちゃいますね。はい。私、勝っても負けても基本マックスまでポイントをいつも集めてたので、ポイント半分なっとるやないかーいって感じなんですけど、ちょっと。はい。ということで、本当にいや、本当にそうなんだろうな。ガウガメラ、2個スキップして報酬1個しか配ってないじゃないかっていう、ちょっとって感じなんですけど。でもね、6D って、これね、6D ってなっててもね、急になんか変わったりするじゃないですか。そもそもここの表記がバグってるパターンとかもあるんで、いや、違うな。ありえないわ。だいたい火曜日にサインアップの話来るから、今日サインアップ来てない時点でもう明日ないの確定だわ。はい。残念すぎる。吉田さん、自分は基本レベル5に入って妥協してレベル4に入ってます。おー、すごい。もう私はね、もう、レベル5探すの苦痛で。てかうちのサーバーバグってると思うんだよな。バグってるのかバグを使ってるのかよくわからないですが、ポイントが、上位陣が高くて、イベントが始まった。
開始します。やった。はい、今日はね、今赤く光ったんですけれども、こっちの方。軍隊の招集。軍隊の招集5日目の大規模攻撃。このイベントがね、今これから、この、クエストをクリアするために、開催してくれてるものがあるので、今それでね、ちょっと今攻撃が来るので、赤鈴警告がこれになってます。ほいほいほい。なんだっけ、そう、ピラミッドはね、もう大体レベル5は先に入られてることが多かったりとか、それを探すために頑張ると寝不足になるなって思って、もう最近は、レベル3、それもね、スタミナがめちゃくちゃかかって嫌なんですけど、レベル3、20入る。けど、もちろんレベル5や4見つけたら喜んで入るみたいなのでやってますね。はい、一応何個かね、レベル5やレベル4は入れたので、もう、こっから先ね、全部レベル3でも5億いく想定なんですけど、はい、もう、もうランキングはね、もう全く目指す気がないんで、もうひたすら5億だけ目指せればいいんで、さっさと終わりにしたいからレベル5クリアしたいんですけどね。いや、そう、だからレベル5取るのがあんまり現実的じゃないな、うちのサーバーはって思って、ライバルが多すぎてもうめんどくせえなって思ったので、1回のね、1回の遺跡の価値を上げたいんですよね。たとえね、これで増えるやつがゴミくずしか出なかったとしても、ちりつもだと思うので、なんとかお願いします。君さん、イベントですよね。うちも今やってるのに、ってなりました。いや、そうですよね。いや、月見さんはってなりますよね。なんか先週、通り魔に当たったっていう話を伺ったので、はい、吉田さん、レベル5は少ないですね。金曜に20回レベル4、5やって390M ぐらいでした。すごっ。いやー、そう、2日ぐらいで終わるといいですよね。そう、私でもう可能な限り遺跡に潜りたいんですよ。本当なら遺跡に潜りたいのに、ピラミッド中って、ピラミッドなんとか飛びたいので、あ、やばいやばい、忘れてた。アイスブレーカーあるって分かったのに、参加してなかった。ほいほい、参加参加。今回もレベル5で 83M ってありましたよ。すご。いや、そう、X でレベル51回で一撃1億っていう投稿を見たことがあって、いや、もうあれをね、見てからね、もうほんと、羨ましいなって、K3、早く私も K35 になって、マックスにするんだ研究をって思いました。いや、もういい、もうレベル5ってもう贅沢言わないから、もうレベル4をたくさん見たい。レベル4でいいんで、レベル4でお願いします。田村山さん、自分もスコアの9割はレベル3ですね。レベル5でも13Mしかもらえないときはショックです。あ、それは確かまあ、ヒカさんの投稿か、ヒカさんの投稿かもしれないです。いや、もうなんか、あまりにすごくて。あ、ちなみに、はい、今回のね、正規的ね、レベル4のピラミッド、1人で潜っても 2.2M、レベル5、1人で潜って 9.6M というね、今回も、クソみたいな成績をしっかり出しております。確かね、レベル5で 8M ぐらいがね、一番最悪なやつなんですけど、保存してたんだけど、なんかもう最近は保存が多すぎて、PVP 関連のやつを保存しまくってたりして、ちょっとそろそろ保存済みのやつ整理するかな。はい、ピラミッドはね、ほんとね、もう引きが悪くても嫌になっちゃうんですよね。苦労して見つけたレベル5やレベル4が2桁もいかないっていうね。もう、クソゲーだって思っちゃうんだよな。マジで。研究上げてから底上げされた感じありますが、稀に1桁もありますよ。まあそうですよね。結局、なんか研究しても多分そんなに
劇的に増えるっていうのはないかなとは思うものの、まあ、単純にもしガチャ回数が増えてるんだとしたら、まあね、飛行回数が増えれば、ファラオをね、引く可能性も増えてるわけでっていうので、意味ないことはないはずなんですよね。カームイさん、リワード考えるとやらざるを得ない。いや、そうなんですよ。結局、ピラミッドイベントって、19M ですね。この、スコアリアード、結局、個人の頑張り次第で、全部で約 19M のジェムが手に入る。19万のジェムが手に入るんで、これは無課金がね、やらない理由は存在しないんですよね。強さ関係ないんで。ただ、時間はめっちゃかかる。時間はめっちゃかかるし、あと、さっき途中まで喋ってなんかちゃんと喋んなかったかもしれないんですけど、加速ですね。加速の短縮とかをめっちゃ使うので、私はこの加速の短縮を戦争でいっぱい使いたいから、なるべくその関係ないとこで使いたくなくて、バーブとかピラミッドで使いたくないので、なるべくワープで解決をしているので、可能な限りワープするために、遺跡に参加できないんですよね、この期間。ピラミッドやバーブを早く終わらせないと遺跡にあんまり潜れなくて、寝るときにだけしか潜れないんですけど、本当なら四六時中遺跡に潜って、で、エレクトラさんの隠れが欲しいんですよ、私は。今一番欲しいのはエレクトラのかけらなので。エレクトラのかけらが欲しいんでね、エレクトラをね、欲しいがために遺跡をぶん回りたいんですけれども、寝るときしか今回れないと。はい。このピラミッドもね、早く終わらせたいので、早く計35にして、早く、研究をね、したいなって思ってるんですけれども。まあ、一応ね、まずは縦に伸ばす。基本的には縦に伸ばす。軍隊の拡大やって、同盟の、この遺跡の研究やって、縦に伸ばして、で、また同盟に帰ってきて、遺跡のね、これをマックスにして、みたいな感じで、一気に研究したろうって思ってますね。ティッシュさん、遺跡って一定の将軍のかけらしか出ませんね。はい、そうです、そうです。この報酬一覧にあるかけらのやつが出ます。ただ、この中のエレクトラとかザカリーとかスールとイーナオスケあたりは、ローランドもそうかな。無課金でめちゃくちゃ使える。ってか、無課金が、将軍を育てるなら、むしろ遺跡からしか育てられないと思っていいと思います、私は。はい。同じ将軍を16体引かないといけないゲームなんですよ。エボに行って。この16体って言ってるのは、この限界突破ですね。この限界突破をするときに、この赤の星を1つつけるには、同じ将軍が1個分のかけら。で、星2にするためには2体分のかけら。っていう形で3体、4体、5体ってこれ全部計算すると15。で、本体の16体同じ将軍がいて、初めてマックスに強くできるんですけど、無課金で、同じ将軍を集めることができるのって、酒場から出るやつか、この遺跡から出るやつか、で、私的に一押しなのは、モンハン限定になりますが、マヤのケージで出る、はい、カイサルですね。これ、モンハン専用機なんですけど、はい、こういうその特定の将軍じゃないと集められないんで、この辺を狙うのがいいですよ。いいと思ってます、私は。カムイさん、加速1個も使いたいから必ず横付け。そうですよね。そうなんですよ。特にレベル3なんかで加速を使いたくないんですよ。とはいえ、遠距離のなんか15分、20分みたいな出撃もあんまりしたくなくて。ってなるとね、そう、テレポはめちゃくちゃ余ってるんで、テレポはね、もう無限に増えてってるので、テレポすごい使うんですけど、加速はね、
加速はもうなんか戦争中に信じられない単位で減ってくんで、なるべく加速をね、抑えたいんですよね。あ、忘れてた。まさか。はーい。はい、何の話だっけ。そう。いや、遺跡は、おすすめですよ。覚醒を狙う。無課金が覚醒を狙えるのは遺跡からだけなので。はい、私はね、そう、遺跡の将軍だったからっていう理由で学費を使ってたんですけど、彼遺跡からかけら出なくなっちゃったんで、泣く泣く捨てたんですよね。はい、悲しいです。はい、エレクトラはね、そう、この将軍ランキング、どこのサーバーの将軍ランキングを見てもエレクトラさん絶対にいるんで、はい、みんな大好きエレクトラ。もう、この将軍ランキングにね、載ってる、将軍は、作って間違いがないと、思っていただいてそういなくて、その中にやっぱりエレクトラとか、ローランドとか、さっき言ったな、井伊直輔さんかな。井伊直輔直政井伊直政だ。そう。井伊直政さんとか。はい。大体強い人この辺のやつ使ってるんですよね。なので、この辺に使ってて、複数取れそうなやつっていうのを狙うのがおすすめですよ。吉谷さん、ピラミッドはレベル5をマークして場所を絞ってやってます。あ、吉谷さん、私も昔それやってたんですけど、もう頭の中でマッピングできたんで、ブックマから消しちゃいました。はい、それはそう、絶対皆さんやるべきですね。はい、大体、レベル5のブックマークしていくと、傾向がわかるんですよね。この場所に出やすいんだなみたいなのがわかるようになるので、はい、おすすめです。よいしょ。私も昔めちゃくちゃやってました、それ。はい、もうね、大体、あ、うちのサーバーだとこの辺とかこの辺だなみたいなのが当たりがついているので、レベル2だった今回は。あとはね、この辺とかね。この辺とか、よく出るポイントっていうのが数箇所、目星がついてるので、その辺をね、周期的に定期的に巡回をしていくと、見つけられるっていうのをよくやってますかね。はい、ただそう、めちゃくちゃね、時間かかるから、前はね、ピラミッド中に、ピラミッドしながら配信とかをやっていたんですけど、最近はね、ちょっと、大体、YouTube とかで、いろんな配信とかを見ながら、ひたすらピラミッド、目はピラミッドをやるみたいなのでやってますね。ピラミッド1でした。まあいいや。ピラミッドは後で頑張ります。AR 参加したい。さてさて、なんだっけ。いろんなイベントの振り返りとかの話をしていこうと思ってたんだった。今来てるやつね。あ、これ。達人を目指す旅ですね。いつものやつです。活躍度120にすると、もらえるやつですね。これ、もらい忘れとかをね、よくしがちだと思うので、毎日忘れずやりましょうっていうのと、今回ね、この活躍度重要です。150ね、皆さん、毎回ね、毎日150必要になりましたと。っていうのがこの錬金術ショップですね。はい、今回から初めて錬金術イベントっていうのが出てきましたね。これ、新しいイベントだと思うんですけど、これまでね、友達チャット、友達機能にあんまり意味がなかったかなと思ったけれども、なんと、フレンド機能に、意味が出てきましたね。はい、今日はね、私の、買収価格32コインとなってるんですけど、昨日、60コイン、マックス60コインだったので、私のね、ところで、60個、買ってもらって、売ってもらって、はい、してもらってということで、たくさん稼ぐことがね、できました。はい、150個、活躍度をクエストクリアすると、
1日ね、カーナライトっていうアイテムが13個手に入りますと。で、これ毎日消えちゃうんで、この13個のカーナライトをどっかで売りつけなきゃいけないんですよ。で、売りつけるときに、これ、あつ森とかとも一緒ですね。売りつけるときに、可能な限り60コインのところに売りつけるのがいいんですよ。私ね、私の今日のフレンドは59コインの方が、2名いらっしゃいました。で、これ、申請と訪問ってなってるんですけど、まずは申請をして、相手が OK って言ったらお店に訪ねられるようになりますと。で、お店に訪ねられる状態になっているのはこの訪問ってやつですね。はい。で、訪問ってすると、もうすでにね、他の方が、この方、ディオさんっていう方に、カーナライトを売ってますね。で、1個売ると59コインもらえるということで、このコインをね、たくさん集めるっていうような仕組みになってますと。で、今、ディオさんのショップではまだ94個、ね、受け取れますよってなってるんですけど、今日のフレンドにはいなかったんだけど、今日の AC ね、60コインの方がいたんですよ。方法が、そう、で、なんか知らん人が除外になってる。なので、コインはね、なるべく、60コインのところで、売るのがおすすめです。あ、いた。ムーンさん。あー、もうゼロ個になっちゃった。間に合わなかった。はい、基本的にですね、そう、今日の配信で言わなきゃいけなかったなと思うのは、そう、これ配信用にわざとカーナライト交換してなかったんですけど、こういうことが起こるんですよね。この買収価格が60コインっていうのが、マックスです。なので、みんなこれを狙います。で、AC とか WC で、うちは60コインで買い取るよっていうのができるんですよ。これ。共有のところからですね、私の買収価格32コインなんで、こんなの誰も売ってくれないですね。はい。これをね、共有すると、フレンドじゃなくても、この共有リンクから、直接買いに行けるんですよね。だから、フレンドが、少ないっていう方は、もう積極的に共有しないといけないんですけど、なんか見向きもされない価格で共有しても意味がないですと。で、共有すると何がいいかっていうと、6%。360、60円の、販売価格の時に、カーナライト6個売ると360コインもらえるんですけど、そのうちの売った額の6%が、この売った側のプレイヤー、この場合私、ジャルペーニョ、ハラペーニョ55は6つの錬金コインを受け取りましたということで、相手が360コインもらって、ウハウハだし、売った方も私も6コインもらえるので、やったぜっていう感じなんですよ。私、昨日ね、100個売ることができたので、なので60個かな ?60 個、60個コイン、増えたのかな。はい、まあそんな感じで、自分のこの買収価格が高かったらもう積極的に共有して、自分の店から買ってもらうと。で、あんまりルール分かってない人はね、多分買ってくれるんで、もう、売りつけましょうと。で、自分が買いに行くときはもう可能な限り、この高いところから。はい。ディオさん、レインボーミストさん。両方ともお世話になってるんで、半分ずつ買おうかしら。6個売ると、こうやって354コインがもらえます。で、さらに、ムーンさんのとこ行って、ムーンさんまだ販売可能量がね、まだあるんで、ムーンさんにも売ろうということで、全部売りますということで、まあ、こんな感じでコインを増やしますと。はい。ということで、今日は、59コインのところに13個売って、このね、コインが、4187まで増やすことができましたと。で、このコインですね、このコインの、一番の目玉はこれですね。
ダブル属性エンブレム次戦宝箱。これやばいですね。これすごい、めちゃくちゃ熱いのが来ましたね。もちろん、たくさん稼げる方はね、お城とか、君主の創造があると思うんですけれども、あとこのね、輪っかとかあるんですけど、これ、これやばいですね。あ、やばいやばいやばい、やばい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 。何がやばいってバイキング。バイキング乗るの忘れた、最後のやつ。悲しい。やむなし。喋っていたら、バイキングの一番最後のやつ乗り忘れた。まあいいや。ティッシュさん、やばい、錬金理解できない。できてない。まあ、なんだ、高く買い取ってくれる方に売りましょうと。友達とかから、一番ね、高い金額で、買い取ってくれる方にカーナライトを売りつけましょうっていうのと、自分からはなるべく買ってほしいので、共有するといいよっていうことぐらいだとは思います。そうすればそうするほど、このコインをたくさんもらえて、交換がね、たくさんできるようになるので、おすすめですっていうぐらいですかね。はい。見向きもされない、私みたいなね、32コインなんて誰も喜ばないんで、こういうの共有してもしょうがないとは思うんですけど、はい。自分がね、50後半だったらもう積極的に共有していいと思います。ヒカさん、今日59だったので早速共有しました。そう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 。はい。自分のお店から買ってもらえればね、コインが増えるんで、はい。相手も喜ぶ、こっちも喜ぶ、ウィンウィンっていうね、なかなかおもろいイベント持ってきたなと思いました。そう、これね、引き返すとはね、あれがないんですよね。みんな大好きラムネはあるんですけど、命の源ないんですよね。ただそう、もうこのね、これもう初めて見ましたよ、こんな素晴らしいエンブレム。これをね、これもらえんのかな、無課金でもゲットできんのかな。1万2000だからギリギリ1回いけんのかな。錬金ショップ、あと7日残ってるんでしょ。で、4日で4000だから、まあ、3倍ぐらい増える。だから1万2000ギリギリいけるかもしれないですね。なんとか1万2000いけるかもしれないですね。はい、このダブル属性エンブレム次戦宝箱、めちゃくちゃいいと思うので、これをね、しっかり選ぶといいのかなと思います。どれが欲しいかにもよると思うんですけども。はい。ティッシュさん、今35コインになってます。今35コイン。今35コインっていうのは、買収価格、今日の買収価格が35コインですかね。それは誰も喜ばないんで共有しない方がいいと思います。マックスが60なんで、60に近ければ近いほど喜ばれると思います。さて、歩兵、射撃兵。そう、これね、私ね、射撃兵の火力の攻撃時のやつ持ってなかったんですよ。これね、前、エンブレム厳選、エンブレム厳選で思い出した。エンブレム、容量増えましたね。エンブレム、前まで500マックスじゃなかったでした？前まで500になったら、さあ厳選しようって言って合成してたんですけど、今週からかな、なんか、この長期イベントからかなと思うんですけど、容量がね、マックス1000までになりましたね。はい、なんか、エボニーさんなんかいつの間にかこういうサイレント変更してきますよね。絵が変わったり、盗賊のね、その活躍度が増えた時の盗賊の絵もね、なんかでかく出るようになって、あれね、絶対ね、苦情が来たんでしょうね。一瞬しか出ないとか、絵がちっちゃいから見逃すよとか、文句が来たからでかくしたのかなって勝手に思ってるんですけど。あとね、王の花道も、なんか溜め込む、すり込む、
協力し合いとかね、なんかね、謎のマイナーチェンジがね、入ってますね。まあまあいいや。はい、そう、エンブレムね、厳選が大事だと思います。その目的にね、合ったやつをしっかり育てるべきで、その、基本的な性能が、条件付きの方がね、強いんですよね。で、私、射撃兵の攻撃時の射撃兵攻撃力アップがめちゃくちゃ欲しかったんですけど、両方とも揃ってるやつがなかったんですよ。全然ゲットができてなくて。逆に攻撃時の射撃兵の HP みたいなやつはね、ゲットができたんですよ。まあ、これ3つ目のスキル、外れで引いてますけど。っていうので、攻撃時の射撃兵の、攻撃力のエンブレム欲しいな、めっちゃまた厳選しなきゃなって思ってたんですけど、この宝箱をゲットしたら、なんと、勇気の攻撃時の射撃兵の攻撃力が確定で手に入るっていうね、素晴らしいですね。こんな足元を見た、エンブレムが出てきてしまいましたということで。はい、これで、ね、厳選の必要がなくなるので、非常に優しいですね。なお、もう脳死で育てていい。まあ、とはいえね、レベル10とかになった時の追加のやつがね、気に食わないかもしれないので、これも何回もチャレンジしなきゃいけない可能性があるので、これしっかりね、元のやつが揃ってるのがもらえるっていうのはえぐいですよね。はい、ということで、なんか頑張れば12000はギリギリ狙える範囲だと思いますので、皆さんでぜひ、これ狙うといいんじゃないかなと。これね、攻撃用のやつもありますし、もちろん防衛する時のやつっていうのもちゃんとしっかりあるので、はい、これね、これいいですね、マジで。素晴らしいセット来たなっていう、思ってます。ヒカさん、最近ちょこちょこいじってるのか、赤ワイハイひどいです。赤ワイハイひどいですよね。そう、私も結構赤ワイハイ食らいます。なんか赤ワイハイ前より出るのが増えた気がします。なんか全然ラリー参加してないや。やっぱね、話をしてるとね、参戦しないんですよね。今日、モンハンデーなのマジ。いや、もうほんとね、モンハンデーが一番来てほしくないんだよな。スタミナがないから。まあいいや、もうそんな話はやめよう。はい。ってことで、錬金術ショップですね。はい。基本的には、毎日活躍度150貯めて全部ゲットしましょう。で、なくなっちゃうんで、毎日リセットされちゃうはずなので、そうだよね。なんか毎日なくなりますって書いてた気がするんですよね。毎日カーナライトを入手できます。で、カーナライトは、その日の買収単価に応じて回収されるため期限内に売却してください。そう、だから、そう、20から60の範囲なんだけど、残ってたら自分のとこの買収価格で売られちゃうんで、そんなことしてないで、ちゃんと、高く買ってくれるところにカーナライトを売りつけましょう。で、コインを集めましょうっていうことで。はい、これね、毎日やんなきゃいけない。で、友達を増やすことに意味が生まれたっていうね、不思議なイベントなんですけど、これ多分、今後もこのイベントってきそうだなっていう、作りなので、ぜひね、なんか私、結構友達申請は、もう知らない人は即、キャンセルとかをしてたんですけど、少しだけ寛容になりそうな気がしてきました。はい。で、いつものデルフォイの新託ですね。今回は、研究員シリーズの感じですか研究所じゃない、これ訓練所だ。訓練所で担当官を務める場合のやつですかね。あれなんだっけプールにデルフォイ名称。これだ。ハンムラビが研究だ、これ。はい。クテーゾフってなんだっけな。まあいいや。はい。このデルフォイのやつは、毎日ね、本班から20個、資源採集から10個入手できるってやつですね。ということで、溜まってるんで、もうウィッシングしていこう。これいつもね、赤で光るんで、嫌なんですよね。まあ、なかなか当たらないので、これはいいとして、この新宅シリーズはね、ダブルチャンスというか、残念賞かわからないですけど、このポイント交換みたいなのでね、新宅ショップがありますと。
で、信託ショップでね、私が、大好き、命の源が交換できるので、毎回これを交換してきますという感じになってます。はい。私は、期間中は基本的には命の源しか交換しません。端数は何かしら交換します。きっと研究でしょう。はい。って感じで、デルフォイの信託で毎日のやつです。で、あと、マヤの掲示ですね。これ、木曜までですね。金曜日のリセット前までのイベントになっているので、皆さんお忘れなく。はい。今回もしっかり1位を。いや、これね、本当はもっとポイント伸ばせたはずなんですけど、バフの引きは良かったんですけどね。ヒーリングストーンが当たらなくて、最終ステージを、HP 全開で超えられないんですよね、どうしても。いやー、毒斬りの除去、引けなかったのがちょっときつかった。ちょっとね、これ以上伸ばすの大変だからどうしようかなと思ったんです。本当は11,100以上は超えたいんですけれども。はい、もし、私が抜かれるようなことがあれば、またね、頑張ろうかなとは思うんですけど、一旦は、11,020で様子見をしようかなと思ってます。はい、カエサルさんですね、1位になると45個かけらをもらえると。はい、いうことで、このカエサルのかけらを狙って、私は毎回1位を狙っていますという感じですかね。はい、そんなカエサルさんのかけら、今回ね、騎士の試練が来ていたので、星2まで上げました。はい、ということで、はい、モンハン特化って感じですね。限界突破、今、ちょうどスター7になっていて、ステージ0ですかね。45手に入ると、60個のかけらになるんで、2体分。なので、まあ、途中まで、3ぐらいまでは育てられるのかなっていう感じですかね。3? 違うな。きっと、ステージ4まで行く気がする。はい。こんな感じで、カエサルさんは、マヤっていうね、めちゃくちゃめんどくさいイベントではあるものの、頑張ればかけら手に入って、そのコンスタントに手に入る。王の花道のメフメトさんと同じく、そのスターを稼ぎやすい、将軍だと思いますので、私的にはおすすめです。はい。まあ、マヤね、ひたすらリセマナするのが大変なんで、あの、時間面ではおすすめできないですけど、はい。まあ、ピラミッド期間中はね、ピラミッドに全部舞台出したら、まあ、あと街なんで、そういう時にマヤをいつもやってますかね。はい。で、王の対決は毎として、文明の旅、これまた来ましたね。はい。これ毎日ね、無料で、航行できるんで、皆さん忘れずに、毎日やりましょう。お、アレースの地だ。タメオノマさん、アレースはスターレベルを上げやすい手頃な将軍に使うか、じっくり待って強将軍に使うか迷いますね。迷いますね。もう本当に最優先で使うやつのためにひたすら貯めるが正しい気はしますね。私は、エレクトラ、ジョージ、カエサル、この3人にしか基本的には使わないみたいな感じにしつつも、あの、エレクトラもジョージもなかなかかけらが手に入らないんで、今はカエサルにするかって言ってやってますかね。いやー、エレクトラのかけらがもっともらえればなー。エレクトラが引きたい。はい。文明の旅ですね。まさか復活が早かったですね。このコインをね、集めることで、あつ森の、アイテムをね、交換できますということなので、皆さんね、しっかり、集めるのがいいと思います。で、私ね、このコインなくなっちゃうのかなと思って使っちゃったんですけど、こんな感じで文明の旅は多分今後、定期的にね、来るイベントっぽいので、このコインをね、しっかり集めて、この、甲冑とか、会場のゴンドラとかこういうのをね、交換できるように、しっかり貯めておくのがいいのかなと思います。はい、前回ね、使ってしまったのが悔やまれますが、なんかね、すでに、2個交換できたっていうね、ポストも見たんですけど、私そもそも7個もゲットしてない、前回5個をゲットして、今回
もうゲットしてないし、結構そのガチャなんですね。これ確率がわかんないんだよな。一発でこれを手に入れることもね、できるっぽいので、はい、これね、ゲットしたい。はい。まあ、一発でね、この鶴の手っていうのもね、ゲットできることもあるらしいので、皆さんも本当に忘れずに毎日回しましょう。はい、そんなところですかね。で、オールスターベッティングですね。私は、ベッド一切せずに、命の源を全部交換してやりました。はい。はい。まあ、次はね、いや、なんかこの辺ジョージのかけらが欲しいからこの辺やるかもなとか思いつつ、はい。次はベッティングしようかどうかみたいな。そう、準決勝って、チーム数多すぎて見んの大変だからいっかってなってはい。準々、準々決勝か。はい。次の準決勝とか決勝はね、ちょっとかけようかなって思ってますが、基本的にはね、かけたら減る未来しかないような気がしていて、はい。いや、行軍速度も欲しいしな、みたいな、なんか悩んでます。はい。皆さんね、ベッティングコインはなくなっちゃう系なので、忘れずに消費しましょうっていうところですかね。はい。で、ガウガメラがないですね。はい。今日サインアップが来なかったので、ない確定でした。非常に残念です。ふざけてる2週ないなら2週分報酬くださいよっていう感じですね。さてさて、トシオさん、ドラゴン装備の強化って必要ですか？アレスとかアケネメスからやるべきな気がするんですが。強強化っていうのは、強化の洗練ですかね。はい、ありがとうございます。2個目の言葉で分かりました。私は不要だと、ですね、正確には、私のカエサルなんかはそうなんですけど、まだ羽を取ってないからアレスにできない。けど、アレスにする予定があるみたいな、こういうやつは強化の洗練をしてもいいかなって思います。はい、この厳選ですかね。はい、私なんか騎兵の防御とかなんか微妙に上がってますけど、これ多分ね、運よく引いたやつですね。ジェムを使った覚えがないです。はい、アレスにする予定があるなら、まあ、やってもいいかなって感じですけど、基本的には、アレス装備に上げる気がないやつは別にやる必要ないと思います。基本はアケミネスがいいと思います。で、あの、ドラ、あのーアレスにアップグレードするときって、ちゃんと強化を引き継ぐので、はい、その後も使う予定があるよっていう、例えばそのドラゴンスピアみたいなやつはアレススピアにすると思うんですけど、どうせアレススピアにする予定があるんだったら、ドラゴンスピアの時から強化しておいた方が、お得だよねっていうのはあると思うので、はい。なので、まあ、その後のプランによると思いますが、まあ、基本はドラゴン装備の段階でやる必要はないかなって思っちゃいますかね。吉大さん、マヤは毎回最初に将軍を選ばないといけないから大変ですね。前回のメンバーを保存できれば偽バラもなくなるので、本当にそう思います。毎回やるのめちゃくちゃめんどくさいです。もう、カムイさん、毎晩6部隊遺跡にぶち込む。いやー、そう、私は、毎日4部隊ぶち込んで1部隊は同盟鉱山みたいな、なんかそんなのをやってます。いや、毎日ね、6個、行軍が増えたら毎日5個。リソースも欲しくてね、リソースも1個回したいんですよね。ヒカさん、アレスにすると上限上がるので、アレスにしてからの方が良くないですか？そっか。それおっしゃる通りな気がする。強化の上限が20%から25%。あれでも強化後の性能、上限上がる？上限上がらなくないかな？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。強化、強化。ドラゴン装備の強化。
マックス 20% でしょ。アレス。あ、25% だ。そうですね。強化の上限上がるじゃん。これ強化後の性能ってなんかここで変わんないように見えたけど。変わるわ。はい。ヒカさんありがとうございます。はい。強化の上限が増えるんで、ドラゴン装備中にやんない方がいい一択ですね。ありがとうございます。うん、絶対にやんない方がいいです。もったいない。ジェムがもったいない。50には参加しよう。スタミナが。ルルミニさんもコメントありがとうございます。アレスになると強化値上限も上がるので強化上げてからの方がいいですね。そうですね。そうでした。よかったよかった。コメントですぐ訂正してもらえて助かる。はい。強化上限が20から 25% に上がるので、上げてからの方がいいですね。なので、ドラゴン装備は強化を厳選する必要はないということが結論ですね。タメオナマさん、イベントコイン系はなくなるのと持ち越せるといろいろあるので混乱しますね。イベントの種類も最近増えてきてるし、そうなんですよね。なんかイベントめっちゃ増えてきてますよね。この前の盗賊イベントもそうですし、ね、同盟ボスも常設になりましたし、とかね、この銀のなんちゃらのライオンハートのやつとかね、増えたりとかしていて、あ、リワードがもらえてるわーい。はい、先週ね、同盟ボス選択を忘れてしまっていたんですけど、今回はね、しっかり、選択なっていて、私もチェックしたですけれども、ちゃんと選択されてました。いや、もう二度と忘れないぞ。私もちゃんとチェックするんだ。はい、そう、なんかイベントがね、もうなんかいろいろ増えているので、結構ね、大変ですよね。あれなんだっけな、何の話しようと思ったんだっけな、今話さなきゃって思ったのに、一瞬で忘れたわ。一瞬で忘れた。ティッシュさん、ユーザーを飽きさせないように、エボニー事務局もいろいろやってきますね。いや、まあそうですね。まあ、ソシャゲってやっぱそういうものなので、やっぱり新しいね、緩やかにインフレをさせつつ、緩やかに課金をさせつつっていうのをね、しっかりやっていきますよね。そう、思い出しました。先週ね、盗賊10が結局倒せませんでしたっていう感じなんですけれども、最終的な、シルバー1宝探しの旅、個人宝箱ということで、シルバー1まででしたね、やっぱり。で、やっぱレベル10の盗賊を倒せないとシルバー2にはいけないですね。で、逆にレベル10をしっかり倒せると、まあ、レベル10が出る運にもよりますけれども、なんか無課金でもスコアランキング10ギリギリ入れるか入れないかみたいなランキングの雰囲気だったので、やっぱりね、宝探しの盗賊、レベル10の盗賊を倒せるようになるっていうのが重要なんだなっていうのが分かりました。これも命の源やった3つだけど嬉しい。はい、これもね、常設だと思うので、そうなんですよ。ああいうイベントが増えたからこそ、私、カエサルも急いで育てなきゃなと思って、今ね、スターを上げてました。はい。まあ、本当はエレクトラ上げたいんですよ。エレクトラをスター8にしたいんですよ。部隊定員が10%アップ増えるってめっちゃ強いと思うんで。でも足らない。あと、いくつだ？あと 18？ 頑張ろう。はい。勉強になります。ありがとうございます。本当に皆さんのコメントで勉強になる。助かる。ありがとうございます。タメオナマさん、アグロペでしたっけ？明日出ますかね？資源をあと 3B はモンハンで稼がないといけないので出てくれると助かります。はい、おそらく明日出ると思うんですよね。ユミルとは被せてこないだろうなって思ってたんです。
ので、先週出なかったのは、まあ、結構予想通りかなって感じなんですけど、明日はきっと来ると思うんですよね。明日多分出ると思うので、はい、明日ね、明日出た場合は、水、木限定ボスだと思うので、もう、ね、木曜日なんかはパンそっちのけでね、ぶん殴るのがいいかなと思います。さすがに資源の消費還元の時だけ出るっていう感じじゃないと思うんですよね。なんていうか、全体的に何でも出るような雰囲気だったので、パーンの週だけ出る、隔週で出る、つまり隔週で出るイベントモンスターなんじゃないかなって予想してます。ゆうなさん、同盟ボスでどれを選んでも騎兵で攻撃するのが良いんでしょうか？ですね、一応、この、ボスごとにですね、毎週なんか、バフが変わるんですよね。で、その騎兵が下がってたりとかしたりするんで、この騎兵のダメージが弱体化するとか書かれたりするので、ダメージの幅がね、下がる幅がめちゃくちゃ少ないのはちょっと、選ぶのは微妙かもしれないんですけれども、騎兵、騎兵のダウンがなんか100%ダウンするとか、めちゃくちゃダウンしない以外は騎兵の方が強そうな気がします。ただ、パーンみたいな感じで、例えばこいつだったら射撃兵の火力100%アップとかね、こういうやつは意外に射撃兵でも結構火力が出るっぽかったので、はい、基本的には騎兵がおすすめは変わらないものの、パーン同様、有利なやつっていうのは使っても問題ないっていう感じだったっぽいですね。ただ、歩兵100%ダウン、射撃100%アップっていうことは、多分騎兵にデバフかかってないんで、多分こいつとかは多分騎兵のまんまでいいかなって感じがしますね。はい。なんかそんな感じで、このバフ、デバフが、毎回変わってるので、これを見ての判断にはなると思いますが、基本的には騎兵でいいっていう考え方で間違いはないと思います。はい。なんかそんなものを、以前 DSN チャンネルさんでもなんか話をしたような気がするような、しないようなって感じです。私がね、なんだろう、まんべんなくいろんなものを持ってるわけじゃなくて、自分であんまり検証ができないんですけれども、基本的には、モンスターを戦うときに、モンスターと戦うときは、もうやっぱ騎兵でいいのかなと。なんせね、なんせ、その火力が違いますからね。T13 で騎兵、こいつ攻撃力18108ってあるけど、射撃兵の T13 って11212とかなんで、全然火力違いますからね。その素質が違うので。吉田さん、今週アグロペが来たら宝の地図とアグロペが交互にできるんですかね？そうですね。そんな感じになると思います。まあ、宝の地図は、あれ、月火水の違うな、あれ、火水木か。火水木の、なんか日程的には若干のズレがあるものの、それに近い感じがしてますよね。はい、宝探しは火水木の、長期イベントの狭間。で、宝探しのイベントじゃない時には、アグロペみたいな。それちょっとね、美しいですよね。いや、そう。多分ね、明日アグロペ来るんじゃないかなって思ってはいます。願望です。激しい願望です。私もね、資源がめちゃくちゃ欲しいので、前回ね、10B 消費して、で、今回も、資源消費期間中じゃないけれども、建設を急いでやりたいと思ってるので、資源足んなくなっちゃうんですよね。はい。さてさて、あとまだね、いくつか話さない。今回ね、ほんとイベント多くて、この黄金樹の報酬ってやつね、これもね、初めて見るイベントですね。新しいイベントが来ました。毎日、モンハンからね、5個ゲットできますと。で、このね、お気に入りリワードっていうのが選択できるみたいなので、私はこの当然の賢者の石を選んだんですけれども、この引いた
数に応じて、総合計によってね、なんかリワードがもらえるみたいですね。ただ、1日5個しか手に入んなくて、期間が11日しかないから、55個しかもらえないはず、55個しかやれないはず。なので、まあ、取れてこの緑まで。無課金でもらえるのは緑までっていう感じだと思いますね。はい。で、毎回ゴールドと運が良ければ、なんかリワードがもらえますよってなってるんですけど、気になるのがこの下の3つ。コインの消費の仕方によが、なんかパターンあるんですけど、これによる違いとかが何も説明がされてなくて、なんかよくわかんねえなって思ってます。はい。どういうアイテムが出ますよのね、確率は、もう50%でね、アイテム出ないっていう結構えぐいやつなんですけど、実戦豪華なアイテムってなんだろう、これ。出てほしいな、0.1% だって、きつ。はい。なんか、3つパターンあるけど、この違いが全然書いてなくてよくわかんないですね。ヒカさん、それで 1B ゴールド当たりました。無課金で。1B ゴールド当たったのマジっすかすげえ。これ、次戦豪華なアイテムのことですかねこれ。すげえ。あ、これか。これ 1B？ これ、なんか回数、飛ぶ方法あるんですかね。使用済み消えたのこれ10だもんな、私でも。まあ、この根幹を揺らすとかやってみようかな。はい。何が起こるの？アレースの地、アレースの地。訓練12時間スピードアップ、素材袋。ルルフィさん、なし。もうなしえぐいっすよね。半分なしですからね。タメオナマさん、自分も前回資源 10B 消費したので、今回も 10B 消費で T14 増やしたいんですよね。おー、すげえ。いや、そうですよね。いや、毎回 10B 消費できるのが一番いいですよね。根幹を揺らす女中。なんか、5回しかやってないのになんでアイテムこんなに6個も手に入るの？意味不。なんかアイテムめっちゃもらった。そういうことか。この宝箱勝手に開くのね。理解。アレースの血をもらってました。アレースの血は、6% ですね。なんかしないけど6% をたくさん引いている。宝蔵の巻の宝箱と J リーネックスが欲しかった気がしないでもない。はい、ということで、なんかゴールド結構もらえますね。結構ゴールドもらえるな。はい、このね、黄金樹の報酬、ちょっと、なんていうか、どれを選択するのが正解とか存在するんですかとかさえよくわからないんですけども、まあ、無課金では毎日ね、モンハンだけで増えるんで、しっかりね、50のこのリワードまでね、皆さんもらいましょうっていう感じだとは思います。あんまりよくわからないです。はい、なんかもらえるんだなぐらいに思ってます。で、こっちですかね、この、はい、なんか魔法使いのお姉さんのやつ。これもね、毎日無料で占いできるんですよ。なので、これ忘れずにっていうのと、あと、これ、どこを見ればいいんだここだ。はい。毎日ね、モンハンと資源採集で50ずつ。資源採集から50、ちょっと大変かなと思いつつも、レベル16の凸から一気に20個とか出たりするんで、見た目よりは難しくないです。で、これもね、毎日、文明ルーレットと同じような感じで、毎日最初の10回の占いは安いんですよ。80回で回せるので、これ忘れずにね、毎日回してもらうといいと思います。命の源やった。はい。で、これも天井があるイベントですね。もうほぼほぼ、文明ルーレットに近い感じです。なんていうか、ルーレットじゃなくて、お姉さんが映ってるルーレットです。はい。50回ね、スピン、天井に達すると、アイテムがもらえますよってなってるんで、みんな大好き、行軍加速、もらえるんでね、しっかりやりましょう。118もある。まあ、溜まった段階でまた、10回回そうかな。なんかね、イベントに参加すると確率でこれもらえるって、大体この光ってるとこを押せば、関係ない。下だった。ダグラスの見た目のやつがもらえるんですね。持ってないから関係なさそうな感じがする。はい。これいっぱいなんか弾けるんで、しっかりこれも毎日やりましょうっていうところを、あとはね、
はい、これね、もうずっと赤が光るんですけど、これは残念ながら課金専用のイベントで関係ありませんでしたというところなんですけど、これね、すごいですよね。まずは最初に7個を選びましょうみたいなやつが、めちゃくちゃすげえのばっかりあるんですよ。こう命の源5000とか、はぁってなりましたね。賢者の1、1万5000、はぁってなりますね。はい、これ、赤いポチがつくのめんどくさくて、一回選んでロックってやってみたんですけど、毎回リセットされてたんで、無視するようになりました。はい。課金される方はもしかしてお得なんですかね、ちょっとよくわからないですけれども、結構内容 4B のやつとかすげえなって思いました。はい。あとは、騎士の試練は豆ついつも通りです。超お得な育成来なかったですね。またスルーしやがりましたね。はい。これで、戻したんでしょうね。はい。資源還元、これまでもスピードアップの還元の時に、騎士の試練、資源消費の時に超お得な育成っていうセットだったんですよ。なのに、一回ね、ずれて、スピードアップ期間に両方来るみたいなのがあったんですけど、今回ね、超お得な育成をスキップして、また来週からね、元々のセットに戻るんだと思われます。はい。ということで、超お得な育成、ね、今回来なかったですね。で、スーパー強化。今週ね、スーパー強化なんですけれども、金曜日からまた研究のやつになるかなと思います。タメオノマさん、デルフォイト占いで資源値レベル8に舞台を置いてまとめて上限まで先にもらっちゃいますね。忘れちゃいそうなので。それがいいと思います。はい。両方とも資源採集で、アイテムがゲットできるので、もう、余ってる行軍とかでも先に回収しとくっていうのがいいと思います。はい。なんだ、お姉さんたちの招待状と違って、ドロップ率が高いので、もうさっさと終わらせるっていうのがね、おすすめですね。はい。で、いつもの消費還元イベントです。ジェムね、私は、はい、今回は50万消費で止めようと思っています。もうオークションで命の源出るために突っ込んじゃってるんで、気をつけなきゃいけないです。100万はね、今回はいかない。100万貯められない気がするんですよね。なので50万で止めて、そこで貯めて、また次回に100万使うみたいなので、ルーチンでいこうかなと思っています。コンスタントにね、長期イベントのために50万ジェム稼げるようになってきたので、よかったなっていう感じはありますね。SVS でもっと活躍できれば、毎回100万ジェム使えるようになるのかなって思ってたりしなかったり。はい、あとはスピードアップですね。これは大丈夫です。使い道が大量にあるので 5M 毎回全部消費予定です。で、建築スピードアップも同様にですね、そもそも 1.8M しか持ってないので、1.8M しっかり、今ね、白、K35 に上げようとしてるのだったり、研究、科学院のね、建設とかも控えてるので、これも、1.8M 余裕で消費かなと思ってます。回復スピードアップが、想定外です。はい、これね、残念です。はい、サーバー戦争中に、313K 使えたんですけれども、残りね、ガウガメラでちょっと調整しようかなと思ってたんですけど、500M さえ消費できずに終わっちゃいそうですね。いや、戦場がないの勘弁してほしい。戦場がないと回復スピードアップ。あれ今週末キルイベントが絶対やりたくないな。うん。はい、回復スピードアップは諦めます。ということで、建築とね、通常のスピードアップ、これをしっかり稼いで、次のね、資源消費還元のイベントに備えたいと思いますっていう感じですかね。はい。で、必要なところは一通り話をしたかな。はい、途中で話しましたが、トレジャーハントですね。はい、私は今、2億5000万ありますということで、いつも通りですね、5億、稼いで終わりにする予定です。もう、さっさと5億終わらせたいなと思っているので、もう、ひたすらレベル3以上見つけたら入ってます。はい、もう、早く卒業したいです。始まるたびに早く卒業したいなと思う。
トレジャーイベント。満足だったらね、資源とかをさ、手に入るからさ、いいんだけど、もうトレジャーイベントはもう、最近、辛くて辛くて。でも、ジェムのためにやらなきゃいけない。はい、そのところですかね。一通り触れた気がします。はい、オークションも。はい、今回もね、オークションは命の源をひたすら狙ってます。はい、46,000は買います。多分無理だけど。だいたい命の源は41,000か46,000までは、表明して、50,000以上になったらスルーするっていうのをね、やってますかね。46,000でも結構落札できるんですよ。同じ時間帯になんかめっちゃ、熱い、ぶち上げてくる方がいなければ、結構安い価格でもね、通ったりするので、はい。相場を見てね、皆さんもオークションしていただくといいのかなっていう感じがします。はい。はい。ということで、今日もね、12時になっちゃいましたということで、はい。ちょっと、一番最後、すんげえ最も重要なの忘れてた。はい。このエスメラルダのホットダンスということで、この招待状ですわね。伴侶の縁起物か。招待状じゃありませんでした。伴侶の縁起物が、毎日ね、10個手に入ります。これは、ボスモンスターなんですけれども、曜日ボスからは出ないので、お気をつけくださいということで、なかなかね、ドロップ率が渋いので、気をつけましょうというところで、私はね、今日、ラマンチャの騎士を、アンロックできるので、次回以降はね、このエスメラルダを、ゲットを向けて頑張っていこうかなっていう感じです。はい。あとそうだ、招待状って言ってたのね、思い出した。将軍の殿堂にの名称機械書をね、交換することができたんですよ。600だったかな ?500 だったかな貯めて。はい。で、大体が持ってないやつで欲しいなと思って引こうかなと思ったんですけど、確率の詳細見てみたら、北条氏康、淵貝なんちゃら、豊臣秀頼、ラウタロっていう、このね、4人だけ、なんかパーセント上がってるんですよ。で、この中でラウタロ持ってていらなくてこの確率って、なんていうかシーズンで変わるのかな。でもこの4人って別に今回のピックアップ武将でも何でもなかったのになんでだろうみたいに思っているんですけど、来週とか再来週でもこの確率の分布が変わらなかったら引こうかなと思ってます。はい。基本的にね、横一列集まってんのが多分女性ラインのとこだけだったはず。はい。こっちで見た方がわかりやすいわ。将軍の殿堂ね。はい。この敗北なしの女将軍、ここだけ揃ってるんですけど、それ以外はほぼまばらなので、はい。まあ、豊臣秀頼とかはね、別に使う気はないんですけれども、横揃うからまあいいかなと思うんですけど、ラウタロがね、持ってるんで、はい。で、防衛艦使わないから、もうジョージさんが埋まってるから使わないので、いらないんですよね。はい。なので、ちょっと、別の人の確率が上がるタイミングがもしあるんだったら、ちょっとそこを見極めていきたいな。で、そういうのなさそうだったら、もうさっさと引こうかな、みたいに思ってます。思い出した。あと、さらに思い出した。盗賊イベントの時話せばよかった。はい、今回はね、この秘宝の手がかりのかけら2をいっぱい集めることができました。で、これね、合成すると、このソロモン王の秘宝ってやつに合成することができて、これは別にイベントのポイントと関係なかったですね。前回の配信で教えていただいた通りでした。で、このソロモン王の表、もう単純にボーナスアイテムですということで、このアイテムがね、結構すごいんですよ。めちゃめちゃアイテム出るんで、やっぱね、宝探しイベントはしっかりクリアできるようになった方がいいなっていう感じですかね。はい、ということで、せっかくなんで飛行。やった10系真珠エキスポ100だめちゃくちゃ嬉しいはい、宝蔵の脇の宝箱も嬉しい。はい、ということで、はい、賢者の書800もくれる。素晴らしいですね。はい、宝探しイベントね、今後も、各週で来るイベントっぽいので、皆さんしっかりね、盗賊を倒せるように、モンハンも強くなる必要があるので、お気をつけくださいというところですかね。K35 になったらこれも開けるぞ。わーい。
KGM15？ 15000少なくね？まあ、いっか。はい。そんなところで。さてさて、話し忘れてたことはこれで全部喋った気がします。はい。またね、今週のイベントスケジュールのやつは、X の方でね、ポストしていこうかなと思います。はい。ってところですかね。はい。王の花道、軍隊の招集などね、いろいろ稼げるやつがまだ残ってるので、イベント期間終了までにしっかり、クエストクリアして、稼いでいきたいと思いますというのと、来週はね、K35 になってるはずなので、はい、K35 の報告をする配信をしようかなと思ってます。K35 になって何が開かれるのか、この研究とかね、はい、K35 になって、まあ変わるとこ、みたいなところね。まあ、来週で育ってるの、研究とここだけだと思うんですけど。はい、まあいろいろね、ご報告できたらなと思っております。ということで、はい、最後にサーバー戦争ね、お疲れ様でした。今回は私は6位だったということで、なんとかね、毎回上位に入れるように、頑張っていきたいかなって思います。はい、本当にね、うちの同盟の皆さんに、フォローいただいたので、本当にありがとうございました。ほい。ということで、今日はこんなところですかね。はい。今日も、12時を超えてしまいましたということで、この辺で終わりにしておこうかな。いやー、やっと K35。いやー、このね、K35 ってね、部隊数1増えるのが楽しみでしょうがないですね。はい、部隊数 1増えるっていうね、インパクトはめちゃくちゃあると思ってるので、はい、遺跡に出せる数が増える。エレクトラ昇格できる可能性が増える。嬉しい。はい、ってことで、それでは、今週の配信はこんなところで、終了したいと思います。よいしょ。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。今日もね、たくさんのコメントありがとうございます。皆さんお気軽にコメントいただけてありがとうございます。もうぜひ、はい、また次回ね、同様の時間帯で、やる予定ですので、ご覧いただけたら幸いです。K35 の、報告をね、やっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。というところで、皆様、おつじゃる様でした。また、来週も配信しますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけたらっていうのと、よかったら高評価していただけますと幸いです。また来週の配信でお会いしましょう。おつじゃる様でした。